あ、ちょうどいいや。シェラ皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は東京の街へ飛び出し、なんとポッドキャストの作り方を学びにおしゃれオフィスへ潜入。必要機材やその使い方、そして実際に録音した息子くんのトークの中身は編集のコツまで聞いちゃいます。二人パパ家のポッドキャスト体験、ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。そして今日の次回予告の担当は息子くん、お見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパの二人パパも始めちゃうポッドキャストの作り方を学ぼうの巻。シェーナからいくよ。せーの、シェラマイク入ってたっけ？大丈夫、よかった。皆さんこんにちは、二人パパのみつんとリカです。ということで、今日は二人パパもう東京に来てますけれども、今日はちょっとある方たちとコラボをしようと思ってます。知ってましたか？はい、ということで何かオーディオの関係あるですね。そうなんです。よく二人パパ最近流行りのポッドキャストやらないですかみたいなことをよく聞かれるんですよ。だけどまあ今ちょっと YouTube で手一杯なんですけれども、もしかしてできるならやりたいなと思って、でもやり方が分かんないということで、みつパパがちょっと知り合いの方にちょっとお願いをして、ポッドキャストをどうやって作るのかっていうのを今日は社会科見学したいと思います。ポッドキャストって何か分かりますか？全然わかんない。全然分かんないね。抱っこ？ポッドキャストと YouTube 何が違う？分かんない？そうね。でも分かんないから今日はいろいろ見せてもらいましょう。じゃあ早速中入ってみましょう。はい、入りましょう。ここ初めてだよね、リカと息子くんは。初めて。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。はじめまして。初めましてだっけ？そうですよ。こんにちは。久しぶりです。アンドロメダです。アンドロメダよろしくお願いします。本当だね、めっちゃ。ジェレミーです。今日何サラリーマンごっこ？そう初めてねいやお邪魔しますの。この皆さんは僕みっつんがめちゃくちゃよく聞いているポッドキャストのパーソナリティさんたち。なんか違和感は国内外のジェンダー問題に関する様々なトピックを取り上げるポッドキャスト。恋愛、メディア、テクノロジー、政治、環境問題、ポップカルチャーなど社会の様々な側面がどのようにジェンダーと結びついているのか、インディペンデントマガジン違和感編集部のメンバーが週に1回配信している番組です。僕もめちゃくちゃ勉強させてもらってるポッドキャストなんです。ということで今日はポッドキャストの作り方を学びに来ましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。厳しく指導していただいて。やばいよ、アボちゃん結構厳しいから。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい。この中の会議室を使って普段はこんな感じで。わ、すごい。めっちゃおしゃれ。で今日はここからリカパパの息子くんも3つにも参加してもらって、はい、テストしたりしてみましょう。はい、よろしくお願いします。すごい。来てみて。何これ。なんか変わったオフィスそう。そして収録スタジオに入ろうとしたら、編集部のラナです。あれラナって俺会ったの初めてだよね。多分会うのは初めてだよね。フランス行ってたんだよね、ちょうど。よろしくお願いします。はい、そっちで。お邪魔します。すごい。ここ違和感工房のみんな裸で仕事してる。はいそうこれ多分ね、これ YouTube に載せられないからね。あれさ、家にさ、ほら憲法いただいたじゃない確かで、家に置いといたらさ、息子くんがさペラペラって見てて、なんでこれみんな裸なのオフィスでみたいな。だから皆さんには見ていただかなきゃいけないんだけど、彼らが普段編集している雑誌違和感は
世の中の当たり前に違和感を問いかけるマガジンと銘打ち、2020年10月に創刊。アートとアカデミックが融合していておしゃれで骨のあるマガジン。今回の企画はこれ案件でも何でもなく僕のおすすめ。ミツパッパと違和感編集部のメンバーはこんな感じですでに話が盛り上がっちゃってます。なんかさ、ああいうのをさ子供に見せてるっていうとすっごい批判コメントとか来そうだよね。そうなんだ。なんで？来るかもね。そう子供にやっぱり性の話をするっていうこと自体がちょっとタブーというか早すぎるとか。逆のはずでしょ。多分なんかうまく性教育しないと。そう思うから別にヘルシーじゃない、そういう話は。いや本当に、いやだから僕はそう思ってやるけど、やっぱりこう YouTube だと不特定多数の人が見るじゃない、だからすごいそういうそれには賛成できませんみたいなあるねえ、ミツもその話した方がいいで。違和感もやっぱいろんなリールのコメントとか。そうだね、あの時に調べて普段なんか違和感ってポッドキャストで議論しているテーマ、意見があるからそのまま流すんだけど、それには賛成できないとか、いろんなコメントが来るのが、だから意見がこう出ることはいいことだよね。やっぱ違う意見が出てくるっていうこと自体はいいことだけど、いやなんかもういきなり話がさ盛り上がっちゃうとあれなんだけど、うんこさんって言われて、でおしこさんでございます。おしこさん、本日よろしくね。でしょ？おしこくん。電気さんでじゃあ。やめてください。エミさん、大人っぽいね。ちょっとね。なんか今日ここ何するか知ってる？これ見て、これ何が置いてある？ここいっぱい何が置いてあるかちょっと見てごらん。携帯めちゃくちゃいっぱい置いてあるの。これ1個は割れてる。本当だ。2つが割れてる。でもそれ以外にもっと何がある？マイクいっぱいあるよね。ぜひ近くに見ていいよ。近くで触っていいよ。紹介する。じゃあちょっとアンドロメダに見せてもらおう。ということでポッドキャストの作り方その1、必要な機材の確認。アンドロメダに紹介してもらいました。基本的にはマイク1本と編集用のコンピューターが1台あればいいわけなんですが、こちらのなんか違和感は常に4人の声を収録しているので、今マイクいくつある？これ4。はい。でもさ、息子くんさ、君 YouTube はやってるじゃん、パパたちと一緒に。これじゃあ何すんの？今からこれで何するか分かる？何？そうだね。そしてこちらがその4つのマイクをつなげるミキサーという機械。この機械でみんなの手元のマイクの情報を全部ここにまとめて、中に SD カードが入ってるから、その SD カードに録音した音を記録している。じゃあそれ4チャンネルあるってことね。4チャンネル。なるほどね。だから音源が4つに分けて、結構編集しやすい方。編集した時に声ちっちゃい人ちょっと上げたり。そう。うちでポッドキャストするとして、もしも息子くんも参加するとしたら3チャンネル必要かななんて思いつつ、どうやって編集するのかも聞いてみました。でいつもはアンドロメダがセッティングとか機材とか。そうだね。最初は1人だったんだけどね。最初はマイクだけだったんだけど、インスタにも映像載せることになったら、じゃあ携帯も設定して、でライティングもっと良くするためにじゃあライティングも追加して、どんどん複雑になってきたことでみんなが手伝ってきてくれて、たまにアンドロメダもいない時があるので、なんか順番担当者も変わったりはしています。なるほどね。なんか僕いつもさなんか違和感聞かせてもらってんだけど、一時期さなんか喧嘩になってなかった？誰が編集するとか。そうだね。編集もするとなると誰か他の人で編集する人を探した方がいいのかななんて思ったりして、もし希望者いたら連絡いただけたらありがたいです。だから今日は後で編集も見せていただけるということなので。そうなんだ。じゃあちょっと一旦見せてもらおうかな。どうやってやるか見せてもらおうか。実際にさ、ねえねえ、おならの音は録音しないよ。音は録音する。チェックサウンドでした。じゃあお願いします。
ということで今日は4本のマイクがあるということなので2人パパ家の3人とアンドロメダを入れた4人でトークしてみることに。なんかさ、ちょっと緊張するね。初めてだからな。うちらも結構なんか最初にちょっとなんか意識しすぎて、なんか自由に喋りにくかったんだけど、最近ちょっと、そうだね。最近はでも結構初回の頃からみんな自由だ。本当？でもなんかもともとマイクだけだったからなんかお互いに向き合う話だけだったんだけど、急にカメラが入ったりとか。ポッドキャストの作り方その2はカメラの準備。最近のポッドキャストのトレンドは収録風景を撮影しておいてそれをショートムービーとしてコンテンツ化し宣伝材料にするということを後で教えてもらいました。ちょっとパンチラインを意識したり、ね。じゃあマイクテストを行いたいとは思っておりますので、ポッドキャストの作り方その3、マイクテスト。これは YouTube の撮影でもやったりしますが大事なこと。録音してたつもりがされてなかったなんてことになったら大変ですものね。はい、マイクテスト、マイクテスト。1、2、3。1、2、3。さっきも見せてもらったミキサーのモニターでチェックしています。もう勝手にテストしてみてよ。1だから。リカパパお願いします。どんどん。マイクテスト、マイクテスト。1、2、3。ポイントはマイクに近くで喋ってください。今は結構2人とも距離が遠いので、そうね。マイクに。息子くんももうちょっと前でこっちつけちゃダメよ。注視しちゃダメよ。でも知らなかったさっき。そう、これぐらいがいい？いや、それでもちょっと遠いかな。こんな近くで喋れるの？そうね、機械のこんなぐらい。いつもミツパッパがナレーション取るときは声を張ることもありもうちょっとマイクと距離を取っていたのでとっても勉強になりました。でも確かに何回違和感とかをAirPods とか聞いてるとすっごい耳元でささやかれてるみたいな気がする。やっぱちゃんとマイクしてるとやっぱそうじゃないさポッドキャストとかもあるわけよ。聞いてるんだけどなんかすっごいなんか聞こえにくくてイライラするみたいな。ちゃんとなんかみんなが例えば隣にいるからこう喋ったりしたで絶対こうでもう口ここから話さないでこれで喋ったりとかしないように結構口はこっち向けてでも目線をこうとかマイク調整しても全然いいけどなんかこう次は何する？今テストもう終わったよね。テストが終わったら次は何する？収録？これ今もう撮られてる？撮れてない。これじゃあ収録する？してみよう。じゃあいつもの感じだとその場で何について話すかトークテーマを結構考えるんです。ポッドキャストの作り方その4、テーマをその場で発表。確かにその方が台本っぽくない新鮮な会話ができるかも。結構録音し始めてからテーマを考えるの？なんかテーマは決めておくけどなんかこういう話を具体的にしようまでは本番までは秘密にしておいてこの議論をしようねっていうのは一つトピックをその場でちゃんとみんなで共有してから話し始めます。なるほど。じゃあ今日何の話する？どういうテーマにする？マインクラフトとか。マインクラフトの話する？じゃあマインクラフトの話しますか？それだったらできそう。じゃあどうそれでせーの言うときは何か違和感へようこそって一緒に言う。はいOK。せーの、なんか違和感へようこそ。アンドロメダです。リカパパです。息子ちゃんでもいいよ。スティーブ。じゃあ今日はスティーブです。はい。ミツパパです。でここからいつもアボが何か違和感へようこそ。何か違和感は国内外ジェンダーポッドキャスト番組ブラ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 よくわかんない紹介をしてでなんかエピソード番組紹介がやっぱそこで入る、ね、そうポッドキャストの作り方その5、タイトルコールと自己紹介、そして番組紹介。どのポッドキャストも毎回ちゃんと言ってますよね。なので今日はじゃあせっかくだから2人パパスペシャルだと思うので、2人パパのどちらかからちょっとテーマについて話し始めてもらって。今日のテーマはスティーブとアレックスはですか？
スティーブとアレックスはジェンダーフルーリッドですか？けど最初スティーブ聞いたマインクラに、あったアレックス。あ、急に分かんなくなった。マインクラフトやったことない？あ、ないんですけど、いとこが大好きだからなんとなくはしている。このなんていうかな、あるこう8ビットの世界の中で、こうどんどん土を掘っていろんな資源を取って、でいろんなものを最初は木取る。木を、あ、そうだね、最初はあとクラフティングテーブル作って、あとおし、あとベッドのベッドの後はトイレはトイレいらない。いらないの？けどお腹空いたらなんかだけ食べるもの見つけてやる。でもさ、それをさやるときにさ、2人いるじゃん、キャラクター。スティーブと名前はアレックス。スティーブとアレックスね。で、今リカパパが聞いたんだけど、スティーブとアレックスは小池かフリックスかっていう話、あるの？僕は最初スティーブは男と思ったと、アレックスは男と思った。でも確かに名前はさ、ありえるよね。でも誰かはアレックスは女の子ってきた。ああ、そうですか。ポッドキャストの作り方その6、トーク収録。今回のトークは息子くんが好きなマインクラフトのキャラクターが男性なのか女性なのかという話から、タツノオトシゴはオスがお腹の中で卵を育てる話までなかなか盛り上がりました。こちらの会話はまた別で公開予定なので、それまでお楽しみに。オッケー、じゃあもし最後のさよならとか言うの？またね。またね。全然クリエイティブじゃない。そうそう。でしょ。いつもね、YouTube 撮ってる時もこんな感じなんですよ。いいね。それをうまく編集してるから、あの長さになるけど、結構うちも1時間ぐらい撮って、1時間2時間とか撮って、あの長さにしてるから。最後にみんな一緒にまたねって言いましょう。またねって言える？ちゃんとマイクに向かって言う。またねせーのでね。せーの。またねー。チリーンで終わって。じゃあ実際にそれを今すぐちょっと聞いてみましょう。あ、今聞けるって。オッケー。ジェジェチュン編集この SD カードで。はい、ありました。オーディションっていうソフトね。覚えとこう。なります。すごい。ポッドキャストの作り方その7、編集。はいはいはい。な雑音が入ってて、一回じゃあその雑音の音聞かせてもらっていいですか？これはね、話してる時。敵はどっちでもないよ。誰だろう。あ、けど一個の敵はで、雑音はこんな感じ。隣の人の声が入ってる。ああ、本当だ、確かに。じゃあその雑音をきれいにするところから始めるのね。まずは一人ずつのトラックをきれいにしてから全員の声が入ってるトラックをなんかミックスするけど。なるほどね。ここにトラックが4つあるわけね。4人分の音がここに4チャンネルで。これでとりあえず掃除する。はい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 。一つのトラックずつを全部掃除して、で後で一つのセッションにまとめて。動画と違って字幕やイラストでフォローできないから、雑音を除いた綺麗な音声が欠かせないですよね。そして1本ごとの音声を綺麗にしたらな感じです。でこれを全部だからこうなったらここにいらない話をカットして、あとなんかとかなんとかなんかの削除祭りになる。何なんか AI のツールスを使って入ってるこのソフトで。多分もっとプロの子が多分あれ使えると思う。あれとでも絶対入ってると思う。なんか使おうと思ったけど、なんか人によるの声が小さかったりとか、その小さいところもカットされちゃったから全然スムーズできなかったから、まあとりあえずアナログでやってる。あれサラリーマンジェイミー。はい。今何してますか？今雑誌の編集。これ何？俺が寄稿したやつじゃん。そうです。これも紹介する？ちょうどこの前ね、コラムを寄稿をご依頼を
いただきまして、コラムってか、ッセイか今回そうエッセイ違和感6号目の特集は男性エッセイとなってて、でその中には実は雑誌の方の違和感は5月10日に第6号が発売されたばかり。男性性というテーマなのですが、それと同時に発売された未来の男性へという書簡集にミツパッパが寄稿しているんです。ぜひ違和感のウェブサイトからお求めくださいね。あれだよね、セット割りもある両方買うとね、そうするとミツパパが書いたエッセイも読めるってことなんですね。そうガニマタロン、そうだよね。ガニマタロンっていうのを私書きましたので、さあということですごいちょっと恥ずかしくなっちゃった急に。ポッドキャストのね作り方を学びましたけど、どうでしたか、やってみて。好きならなかった。ということでポッドキャストの作り方学んだんですけど、デカパパはどうでしたか。難しかった。面白かった。面白かった。いろいろのことを学びました。そうね。どうやってみたい。なんかいつも僕らもトーク動画は時々そう撮りますけど、それと似てるね。そうだね。なのでもし需要があればちょっと考えたいと思います。今日撮ったものはまた後ほど編集して出そうと考えていますが、それを待つ間になんか違和感の方にも出演させてもらったので、概要欄のリンクをクリックし番組を聞いてみてくださいね。じゃあ今日は回転寿司食べに行きますか。お疲れ様です。ということで今日の動画はこれまでになります。はい、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで最後ヘイド言うか。ヘイでせーの、ヘイドー。早い撤収が。どうだ。まだまだ。さーて来週の2人パパはスティーブです。日本に来て1ヶ月以上ですが、今は日本の小学校に行ってます。日本の小学校好きですか。好きじゃないでも好きの動画は僕の日本の入学式の朝の準備です。ランドセル重いし宿題もあるけど、もう友達と公園で遊びます。クラスの先生優しい。言わない方がいいか。ひらがなは難しい。またね。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse, vad blir det? Kom igen. I love you. Esra och Throne. Pappa.